こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、やってはいけない異常ということで、以前に YouTube のショート動画、TikTok、Instagram のリール動画で上げさせてもらった異常の方法なんですけど、やってはいけないということで、紹介させてもらって、反響がありましたので、なんでやってはいけないのかとか、正しいやり方等を説明していきたいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、機能訓練スクールというオンラインスクールもございまして、僕がここで介護技術の講師を、担当しておりますので、もし興味のある方はチェックしてみてください。概要欄に貼っておきます。ということで、では実際に実技の方やっていきます。お願いします。はい、ではね、その反響のあったやってはいけない異常の動画、どういったものをやったかと言いますと、ズボンを持つやり方ですね。異常の際に、ここ、ちょっと大げさにしますが、おむつであったり、ズボンであったり、下着を持って、ぐっと、こういう解除ですね。こういう解除をしてしまうと、良くないですよっていう動画を上げさせてもらったんですけど、コメントとして一番多かったのが、なんでダメなのかっていうのと、正しいやり方はどうなのかっていうこの2点でした。ショート動画なので全てお伝えできなかったので、今回この動画で説明したいなと思うんですが、まずなんでダメなのかっていうのは理由がいくつかありまして、1つ目は単純に不快ですよね。やられてみてどうですか？痛いです。痛いですよね。お尻にもちろん食い込んだりもするので、不快に感じてしまいます。で、2つ目が、股ずれですね。股関節、鼠径部、あの辺りにやっぱり、下着であったり、おむつがぐっと、擦れることで、そこで股ずれが起きまして、傷であったり、褥瘡の原因であったり、そういった、感染のリスクも伴ってきます。で、3つ目の理由としては、破れてしまうってことですね。ズボンであったり下着であったりおむつが破れてしまって破れてしまうとなんでダメかというと、破れたことによって転倒の事故につながりますし、もちろん破れてしまうと、誰かが責任を持たないといけない。その事故じゃなくても破れてしまったズボンを買い直さないといけないし、おむつであったらおむつをね今度また付け直さないといけない。そういったことにもなってきますので、やらない方がいいです。はい。で、じゃあ正しいやり方はどうなのかっていうことなんですけど、基本的には正しいやり方って、正解って異常ってあんまりないのかなと僕自身感じてまして、その方に合ったやり方を、やっていただく。で、この YouTube チャンネルで、異常なやり方ね、たくさん紹介してます。疾患別だっていろいろ紹介させてもらってるので、本当にご自身に合ったやり方、利用者様に合ったやり方を探していただくってことが一番大事なのかなと思うんですけど、一番基本的なやり方を今からお伝えしますね。で、基本的なやり方をやる前に、どうしてもこのやり方じゃないとできないケースっていうのももちろんあると思うんですよ。このズボン、おむつを持つやり方って結構、力でできちゃうので、体格差があったり、体重差があったり、ふくよかな方の異常する際っていうのは、この持つやり方をやるとできてしまうんですね。なので、このやり方じゃないと、現段階ではどうしてもできないですっていうところも、方もいらっしゃると思うんですけど、じゃあそういった方はどうしたらいいかなんですけど、ちょっと座ってもらって、どうしても持たないとできない。2人解除もできない、スライディングボードとかそういった福祉用具もない、もうどうしてもここを持つしかないってなったら、もう了承をまず得てください。今からズボンのここをね持ちますけれどもいいですかっていうことを利用者さん患者さんにお伝えして了承を得ることが一つと、もう一つはこういう車椅子上げれるものは上げてできるだけ上に持たないような工夫をするっていうのが一つですね。でもう一つはですね、利用者さんを、患者さんもそうですけど、いつも言ってるように上に持ち上げない。上に持ち上げちゃうとそんだけ食い込むし、不快なので、上じゃなくてどちらかというと前です。いつも言うようにここを持ってたとしても、液化解除、肩甲骨を持ってやる解除にしてもどちらにしても前に持ってあげる。そうしたらまだ足に体重が乗ってきますので、その上に持ち上げるよりかは不快感であったりおむつ、ズボンの負担も減ってくるのかなと思います。なので、膝ロックしながら上に持ち上げるのではなくて、できたら前ですね。これやったら今山田君どうですか？
大丈夫ですね。大丈夫。そんな食い込んでないですよね。はい、で、今膝である程度支えてるんですけど、膝で支えながら移乗するってことですね。なんで基本的には持たない方がいいけど、どうしてもしないといけないっていうケースは今みたいな工夫をする。上じゃなくて前に押してあげるようなやり方をやってください。じゃあ、基本的な移乗のやり方なんですけど、利用者さん、患者さんが座ってますと、今ね、ちょっと座位保持ができている方で想定してますけど、車椅子をしっかりつけます。で、近すぎるとお尻が当たってしまうので、気持ち離しておきます。離しすぎるともちろんリスクがあるんですけど、ある程度離しておいて、車椅子の角度は30度ぐらい。で、これ、アームサポートが上がる。車椅子に関してはもうベタ付けで大丈夫です。はい。これが上がらない場合は、30度ぐらいの角度をつけてあげる。で、ブレーキをする。フットサポートを上げる。で、ここね、フットサポート取れる場合は取る。足の傷を作らないための工夫ですね。そういったことできることはしっかりしていただいて、利用者さんの足の位置ですね。前の動画でも言いましたけど、足の位置一つで介助量はかなり変わってきます。はい。で、この状態で、基本的にはここですね。液化介助。液化から脇じゃなく、脇を持っちゃうと今度力抜けたり、脇痛めたりしますので、脇を通して液化介助とは言いますけど、肩甲骨まで手を入れる。今こう肩甲骨の下角ですね。肩甲骨の骨の下。ここを支えてるような感じです。はい。で、ここを持ちながら上に上げるんじゃなくて前ですね。前。利用者さんの足に体重を乗せながら、1、2の3で移乗してあげると、うまくできる。これが、一般的に基本的なやり方になってくるのかなと思います。あとはね、膝ロックのやり方とか、いろいろ工夫したやり方、YouTube 動画いっぱい上げてますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。ということで、今日はね、やってはダメな異常ということで、おむつ、ズボン、下着を持つやり方やめてくださいねと、その理由と、基本的なやり方紹介させていただきました。では山田君からワンポイントアドバイスをお願いします。はい。ワンポイントアドバイスなんですけど、その前にちょっと補足で、先ほどね、何個かズボンを上げるときに、食い込むとか、深いとかあったんですけど、僕もう一点あるのが、食い込んだ上で、結構、ご高齢の方っていうのは弱いので、皮膚とかが、内出血が起こっちゃう可能性が、ちょこちょこ見られます。内出血が見られるので、そういうのがもしあったら、なんでできてるのかなって思ったら、そういう介助の方法に問題があるのかなと思うのも一つかなと思います。で、ワンポイントアドバイスになるんですけれども、どうしてもこのズボンを持って介助する方っていうのは、普通のこの液化介助とかの時に多分かなり重いという風に感じているのではないかなと思うんですね。で、どうしてもズボンを持つ方が軽く感じている方がいると思います。なのでそちらの方にしてしまうのかと思うんですけれども、ちゃんとしたやり方といいますか、僕ら異常動画をかなり上げてるので、コツとかポイントとか、そこをしっかりしていただいたら、ズボンで持つより液化介助とかの方が軽いです、正直言って。はい。で、練習をね、今までもね、何回もしてもらって、患者さん役、介助者役ってやってもらってというのはよく言ってるんですけども、やってズボンより軽い介助ができるようになれば、もうズボンをすることはまずないですね。はい。ので、そうなると利用者さんは不快な思いもしないですし、介助者の技術もかなり上がってると思ってもらったらいいので、そこを突き詰めてもらえればすごくいいのかなと思います。はい。そうですね。素晴らしい。ありがとうございます。ということで、いつもコメント、高評価ありがとうございます。これからも、介護技術を発信していきますので、ぜひチャンネル登録、応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。